この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。夏休みで上手くなる1ヶ月集中画力アッププログラムにようこそ。こんにちは、イラストレーターの斉藤直樹です。今回はですね、1ヶ月の休み期間をたっぷり使って、より集中的に、そしてより効果的に画力アップを図るための練習法についてお伝えしていきたいと思います。以前僕はイラスト最速上達法という動画を出しました。こちらは大変効果的な方法で、多くの方がチャレンジされて効果を実感していただいている方法なのですが、この練習法は劇薬としてお伝えしている通り、3ヶ月という長期間、この辛い練習法を継続するのは並大抵のことではありません。そもそもそんな長期間、時間を空けることが難しいよという方も多くいらっしゃると思います。そこで今回の動画では、その3ヶ月法の大事なエッセンスだけをギュギュッと凝縮して3分の1の期間、つまり1ヶ月でより効果的に画力をアップするにはどうすればいいのか、その練習法について解説していきたいと思います。ただし最初に注意しておきますが、この練習法はゲームに例えるならばハードモード、そんなに甘いものではありません。この練習法に挑んでいる間、あなたはうまく描けない無力感に、そしてアイディアが出てこない不甲斐なさに何度もぶち当たってぬるぬるぬるってね、悩み続ける期間、悩みのトンネルに自ら潜っていくことになると思います。さあ、あなたはそのトンネルをくぐり抜ける覚悟はありますか？いいんですね。ちょっと脅かしすぎましたね。確かにね、この練習法は辛いです。辛いですが、お約束します。1ヶ月後、そのトンネルをくぐり抜けて目にした風景は、今までとは全く違った風景になっているということ。この動画を見ていただければ、絵を描きたいという気持ちはあるんだけどさ、でも自分が思ったように描けないんだよ。しかも、その理由がわからない。そんなお悩みを解決して、そうか、こうやったら描けるようになるんだ。やればやるほど上手くなるから絵が描くのがなんだか楽しくなってきた。そんな風に画力アップの仕方自体をしっかりと体得することができ、今後のあなたの成長自体をさらに加速していくための基礎力にしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは最初に1ヶ月のメニュープランご紹介していきましょう。1週間目、全力で作品制作プラス気になる点を文字で書き出す問題の洗い出し習慣。2週間目、3日間練習法プラス模写プラスクロッキー画力アップ習慣。3週間目、1日練習法プラス1時間練習法アイディア力強化習慣。4週間目、2作品の同時制作成果の確認です。順番にお伝えしていきますね。1週間目、全力で作品制作気になる点を文字で書き出す問題の洗い出し習慣。はい、初っ端から結構ハードルが高めだと感じる人も多いかもしれませんが、まずは最初に何はともあれ今の全力を振り絞った今の自分が作れる限界の作品を作ってみましょう。今はちょっと書き方自体がわかんないから作品って呼べるものちょっと書けるかどうかわかんないよって出花をくじかれる人もいるかもしれませんが、いえいえ、むしろですね、それが大事なんです。ここでの目的は素晴らしい作品を作ることではありません。自分には今何が足りていないのか、どういう能力が足りていないのかを自分自身で知ること、これがまずは上達の第一歩だからです。これを一番最初にやらずに練習だけしてしまっても、それは目的のない練習のための練習になってしまいます。厳しいようですが、それはただの現実逃避、上達にはつながりません。この段階で自分の書けなさを十分に味わってくださいね。もういきなりハードモードでしょ。ちなみに僕が7年前キャラクターの練習に入る前に描いた全力の絵がこれですね。色も濡れてないし、体のバランスもなんかあやふやだし、結構ね見ていて不安になる絵なんですが、まさにそういう不安要素をあぶり出すのがこの時の目的です。この時僕は色を塗りませんでしたが、色に苦手意識がある人だったらむしろこの段階で着彩までやってみることをお勧めします。それによって課題がより明確になると思います。そしてとりあえず今の全力を出し切った作品ができたらですね、次のステップに進みます。次のステップは今描いた絵を眺めながら問題を具体的に文字に
書き出していくことです。もし将来はこんな絵が描きたいという目標のような人がいるとしたら、その人の絵を隣に置きながら、この絵と比べて自分の絵は何が足りないんだろうということを考えながら問題点を書き出していってください。僕の場合はこんな感じですね。体のバランスがおかしい。首のつき方がなんか不自然な気がする。ポーズが硬い。顔がやぼったい感じがする。髪の毛が綺麗に描けてない。絵柄がダサい。はい。絵柄がダサいとかね、もう全否定なんですけどね。で、次にですね、今挙げた問題点の中からいくつかに絞ります。あまり問題点が多いと練習が散漫になってしまって目的を強く意識できなくなってしまうからです。この時僕が絞った問題点はこちらですね。体のバランスがおかしい。首のつき方がなんか不自然な気がする。ポーズが硬い。この3つは全て体のバランスのことを言っているので同時に解決できそうな問題です。これからの1ヶ月これだけは絶対に解決するぞと集中できそうな課題をここでは選び取りましょう。1点注意すべきポイントとしては、この時の課題は自分自身で発見してみてください。誰か他の人に問題点を指摘してもらう方法は練習を進めていく上では効果的な場合もあるのですが、他人に指摘される課題というのは時として自分的にはね、ピンとこない問題点を指摘される場合があります。問題点を自分自身ではっきりと認識できなければ上達したという結果にいまいちつながりませんから、ここではあくまで自分自身で発見できる課題に絞り、問題点を自分ではっきり意識できるようにしましょう。そうすることでこの問題をクリアするんだという強い目的意識につながり、この期間の練習を我力に直結させることができるからです。それこそが今回のメインテーマであり、まさに今回体得したい能力、自分で問題を発見してその問題を解決する能力だということを強く心に留めておいてください。ちなみに僕の場合はキャラクターをうまく描きたいということが目的だったので、目につく課題もおのずとキャラクターの造形に絞られました。ですが、もし色についての課題がある人だったり背景に課題がある人でも、この練習法を自分の分野に引きつけて考えてみることによってこの方法は十分に応用可能だと思いますので、他の分野の方々もぜひ試してみてくださいね。それと1週間目はできる人は比較的すぐに終わってしまいますので、余裕があれば期間を置かずにすぐに2週間目に突入しても OK です。さあ次に行ってみましょう。2週間目、3日間練習法、模写、クロッキ、画力アップ週間。はい。そして2週間目はお待たせしました。ついにあなたの画力をぐぐっとアップさせてしまう画力アップ週間の始まりです。まず最初に挑戦するのは僕が過去に紹介した動画、3日間練習法です。ここでは長くなってしまいますので、やり方を全ては説明しませんが、3日間練習法の動画のリンクをこの動画の概要欄、もしくは動画上部に表示されるカードを押せば直接動画に飛べるようにしておきます。夏休み練習法を進めて、この段階に突入した時に改めて動画を確認してみてくださいね。この練習法、一応ですね、簡単に説明すると、1日目でキャラクター全身を描き、2日目でアクションポーズ集やフィギュアを見ながらポーズの練習をし、そして3日目で1日目に描いたキャラクターの全身へと同じポーズを描いて成果を確認してみるという練習法です。もしですね、アクションポーズ集やフィギュアを持っていないよという方はですね、Google 検索でアクションポーズと検索してもいくつかのポーズが出てくるのと、フィギュアに関してはフリーソフトの Easy Poser というアプリでもある程度代用可能だと思います。この練習法を1週間目、自分自身で洗い出した自分の問題点、これを強く意識しながら問題点にフォーカスした練習をしていきます。僕の場合には例えば首のつき方がおかしいという課題がありましたので、首のつき方を自然に見せるにはどういう描き方でどういうバランスで描いていったら自然に見えるんだろうというはっきりとした目的を持ってポーズ集を観察しながら描いていくことですね。もし途中で目移りしてしまって、顔の練習がしたい、いや髪の練習がしたいとなってしまっても、今だけは我慢。あくまで今回は最初に設定した問題点だけにとにかく集中します。もし途中でブレブレになってしまいそうな人はですね、こんな風に付箋など見えやすい場所にペタッと貼り付けておくのも効果的でしょう。この2週目最初の3日間でまずあなたが強く実感できるのは、目的だけに強く意
意識を向けた時に実感できるあなた自身の成長速度の速さです。この3日間だけでもあなたは自分自身の成長を強く感じることができると思います。そして2週目の4日目、ここで模写をしていきましょう。やり方は日頃参考にしている作家さんや大好きな絵師さんのイラストをできるだけそっくりに真似してみるというやり方です。ですがここでも漠然と模写するわけではありません。ここでも最初に設定した自分自身の問題点、ここに強く注目を向けながら模写してみてください。自分が尊敬しているその絵師さんはどのような方法で、そしてどのようなバランスで自分がうまくできない問題点を解決しているのか、そのことに意識を集中しながら絵を観察し模写をしていきましょう。ここで自分以外の人の解決方法を同時に学ぶことによって自分だけでは思いもよらなかった解決方法を手に入れることができるかもしれません。例えば僕が動画内で模写させていただいた作者2さんは、人体の自然で美しい流れや配置を見せるテクニックとして黄金螺旋の補助線を使用するテクニックや、加えて人体の一部を意図的に隠すという技を使っていました。こういうことは自分だけでは発見できなかった解決方法かもしれません。このように自分が感じている問題点を他の人はどうやって解決しているのか、このことについて多角的に学ぶことによってあなたの成長をさらに加速できるはずです。そのためには模写、これが非常に効果的なんですね。もしどうやって模写していけばいいのっていうのがわからない方は、こちらの動画、絵の上達を早める模写のコツ伝授しますを確認してからやってみてください。上にもカードを表示させます。模写をするときには絵を見る視点として自分で設定した3点の距離を比較しながらやっていくのがとても効果的なんですが、そういったポイントを詳しく解説した動画です。そして2週目5日目、ここではクロッキーをやります。さあ2週目で練習したあなたの頑張りの成果をここで思う存分確認しましょう。クロッキーする対象は特には指定はありません。友人や家族でもいいですし、 Google 検索をすればいろいろなクロッキー素材が見つかることでしょう。この動画の上部のカードには僕のクロッキー動画を載せておきますね。この動画のように時間を指定してどんどんと短時間で描いていくやり方もいいですが、今回は練習の成果の確認が目的ですので、むしろ動画を止めながら自分が描きたいポーズだけを数ポーズ描いてみるといいでしょう。1ポーズあたりそうですね、10分から20分あたり時間をかけながらじっくりと描いてみるのがおすすめです。さあここまで3日間練習法でポージングを、そして模写によって様々な問題の解決方法を学んだあなたですから、おそらく自分自身でも驚くぐらい筆がサラサラサラってね、気持ちいいぐらい走るようになっていると思います。ぜひ楽しみながら2週間の成果を自分自身で味わってみてくださいね。3週間目、1日練習法と1時間練習法、アイデア力強化習慣。さあ2週間目で画力アップを果たした後は、いよいよそれをアイディアに消化していくための下準備を始めましょう。2週間目は1週間のうち5日を使ってみっちりと練習をする内容になっていましたが、3週間目はですね、時間にすれば短め、なんと1日プラス1時間だけです。今ちょっと安心しちゃいましたよね。ですが覚悟してください。そのうち1時間は、これはかなり過酷でハード、スパルタ的なアイディアの出し方です。それがこの動画、1日で上手くなる禁断の技、イラストが1日で上達する方法を利用したやり方です。詳しいやり方は例のごとく上部のカードや概要欄から動画を確認してみてください。もちろんね、時間をかけてじっくりじっくりイメージを作り上げていくやり方もあるんですが、今回紹介するのはそれを1日で無理やりやってしまうという荒技です。やり方は簡単です。もうとにかく1日のうち13時間程度時間を作って、アイディアスケッチ、ラフ、色ラフ、何でもいいですが、完成までいかないラフの状態のイラスト、これを大量に量産していってください。最初はモノクロで線のみのラフを描いていくのでもいいですし、時間を区切ってここからは陰影まで載せたより詳細なラフまで詰めていくという風に、ラフの段階を変化させていってもいいです。余裕ができたら最終的にはより作品に近づけたカラーラフまで描いていけるとさらに良いでしょう。
途中休憩はね、もちろん取っていただいて大丈夫ですよ。きちっと休憩しながら約13時間頑張り抜きましょう。なぜこんなことをするのか。それは知識のラインに技術のラインを一致させて自分の実力を限界まで引き出すというところに目的があります。皆さん絵を描くときにですね、頭ではこういう絵を描きたいというイメージはあるのに、それをうまく形にできないという歯がゆさ、誰しもが感じたことがあると思うんですが、それはなぜ発生するのかというと、自分自身がすでに持っている知識のラインに技術のラインが追いついていかないからだとこの動画ではお伝えしました。今回の場合はね、知識のラインをアイディアのラインと言い換えた方が分かりやすいかもしれませんね。今皆さんはこれまでの2週間を通してアクションポーズ集やフィギュア、そして模写を通して自分の目で見たものを形にする能力をマックスまで高めてきました。ですがまだ目に見えていないオリジナル作品を生み出す能力はというと、これはまた別の話です。よーし、力もついたし作品書くぞってね、いきなりここで作品を書き出そうとしてもおそらくうまくいかない可能性が高いでしょう。それはなぜかというと、自分がイメージする作品のアイディアや描きたいキャラとこれまで練習してきた人体のバランス感、この2つがまだ乖離している状態にあるからです。思い通りに作品を作るにはですね、この2つの乖離した能力を合体させる必要があるんですね。で、その2つが合体した状態をいち早く自分で確認する手段がこれ。1日13時間書き続けることによってゾーンに突入し、無理やりアイディアと技術を統合した状態を作り出しちゃう、そういうやり方なんです。一応ね、1日のうち13時間は時間的にも体力的にもきついよっていう方はですね、6時間ずつ連続した2日間に分けて実践しても効果が得られると思います。ぜひこちらの方法でも試してみてくださいね。はい、そして3週間目最後の練習方法は1時間練習法。動画はこちらですね。こちらも上にカードを表示しますね。こちらは練習法というよりはむしろ作品を書くための準備ですね。1週間目で問題点を洗い出し、2週間目ではその問題を解決して画力をアップさせてきました。そして3週間目でアイディアに高めた画力を乗せる練習をしてきました。今のあなたはですね、もう最高に極まった状態、無敵状態です。おそらく自分がこういうものを書きたいと思ったものを特に苦労なくささっと画面に書き起こせるだけの力が宿っていることでしょう。その状態で改めて作品の下準備、つまりこれから書きたいと思う作品のサムネを書いていきましょう。やり方は簡単です。縦長か横長か真四角なのかは自由ですが、縦横3センチか4センチぐらいの小さな枠を準備しましょう。そしてそこに1時間集中して自分が書きたいと思う作品のカラーラフ、できれば3つか4つ書いてみてください。おそらくね、1週間目でこれをやりなさいって言われてもいまいちうまくできなかったと思うんですが、今のあなただったらアイディア力と画力が合致している最高の状態です。難なくこの作業をやり遂げることができると思います。この3週間高めてきた自分の能力の高まりをたくさん感じつつ最高の1時間にしてくださいね。一応1時間と言っていますが、楽しくなったら2時間ぐらいやっちゃっても全然 OK です。4週間目、2作品同時制作、成果の確認。さあ、いよいよ最終週、4週目のスタートです。ここまで来たらやることはシンプル。作品制作です。3週間目の最後の1時間で書き上げた3つあるいは4つのカラーラフ、そのラフを見比べて、これ仕上げてみたいと思える作品を2つ絞りましょう。そしてその2つを同時進行で仕上げていってください。例えば1日のうち4時間作業するとしたらですね、最初の2時間は1枚目の作品を、そしてもう2時間は2枚目の作品をという風に2枚の作品を同時に、そして見比べながら進めていきましょう。なぜ2作品同時なのか不思議に思う人もいるかもしれませんが、これには理由があります。それはなぜか、一言で言うと2枚の作品が互いに高め合ってくれるからです。普通はですね、1枚ずつ作品を仕上げていき、終わったら次の作品というのが自然だと思うんですが、それでは比較対象がなく、書いてる途中
風に違和感に気づきづらいんです。違和感に気づきづらい分、もしかしたら書いている最中はそちらの方が書いていて気持ちいい状態にはなれるかもしれませんが、今回の練習法はより目的に集中した練習法だということをここでもう一度思い出してみてください。僕の場合には体のバランス、首の書き方、柔らかい動き、この1週間目で洗い出した問題を解決することがこの1ヶ月の大目標でした。そしてその問題にいち早く気づくために重要なのは何よりも比較することです。それには1枚だけで進めていくよりも2枚同時に進めていくことによって、あれこっちはうまく書けてるけどこっちはなんかポーズが硬いな、なんでだろう、そっか、こっちは首のつき方が前に少しだけずれているからポーズが少し硬くなっちゃってるんだな。よし、じゃあこっちの作品首の部分を直せば自然なポーズになった。こんな風に一方の作品がもう一方の作品のサポートの役割を果たしながら作品を制作していくことができ、より作品の完成度をアップすることができる。そして何よりも今回の練習法の大目的、最初に設定した問題点を解決するにはどこに注目すればいいのか、その部分を作品作りを通して感覚的に自分の中にすり込むことができちゃうわけなんですね。ちなみにできればですね、1作品につき8時間から10時間程度時間をかけてみるとさらに効果を実感できると思います。さあ、ここまで来たらあとは最後のラストスパート。4週間にわたってあなたの中にたくさん蓄積してきたパワーを一気に解放して思う存分作品を仕上げていきましょう。1ヶ月間本当にお疲れ様でした。この1ヶ月間の努力の成果、2枚の作品が仕上がった時、その2枚の作品と最初に全力で描いてみたあの1枚の作品、じっくりと見比べてみてください。うわ、1ヶ月前はあんなに本気で描いたのに、今見るとなんでこんな風に描いたんだろう、ちょっと笑っちゃう。そんな風に1ヶ月前の作品がおかしく見えてしまうぐらい、きっとものすごい成長を実感できるはずですよ。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。今回は今までお伝えしてきた練習法を1ヶ月の中に組み込んで最も効率的に成果を出す方法についてお伝えしてきました。今回紹介した動画については概要欄にも週ごとに分けて順番に記載しましたので、練習法の進行度に応じてリンク先の動画を確認いただければさらに効果を実感できると思います。そしてもし練習の進行度や成果を報告したい、みんなで盛り上がりながらエールを送りながら練習を進めたい、そういう場合にはですね、こちらのハッシュタグイラスト夏合宿も用意しましたので、こちらで投稿していただければと思います。最初に言いましたがかなりきつい、まさにね夏合宿のような期間になると思いますが、その分大きな成果も感じていただけるはずです。ぜひチャレンジしてみてくださいね。あなたの成長楽しみにしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。